ちは、いくです。いつも韓国コスメとか強めのメイクを発信してるんですけど、今回は自己紹介と Q&A をしていこうかなと思っております。前の動画とあとインスタグラムでちょっとご質問を募集させていただいたので、それに答えながらゆるくお話ししていけたらなと思います。ご質問くださった方、本当にありがとうございます。まず簡単に自己紹介すると、年は32歳で、出身地は群馬県で、一応パーソナルカラーをお伝えしておくと、プロ診断でブルベ冬のセカンドイエベ秋なので、そこにまたがるようなミュート系のカラーが得意なんじゃないかなと思ってます。あとは明るめのカラーよりも暗めのカラーが得意なタイプなので、いつもメイク動画とかはそういう色のコスメが多いです。じゃあ早速 Q&A に移っていきます。本名は何ですかっていうご質問なんですけど、いくっていうのが本名です。漢字1文字で、有限会社の U に大里でいくって読みます。いくさんの MBTI を教えてください。MBTI は INFP です。同じ方いるかな。メイクはもちろんですが、お洋服のスタイルも好きです。ありがとうございます。普段どちらで購入されていますか？このお洋服系のご質問多かったです。お洋服の動画も撮ろうかなと思ってるんですけど、普段購入してるのはほぼ無審査です。韓国のブランドのファッションアイテムが買えるオンラインサイトなんですけど、好きなブランドやお店があったら教えてほしいですっていうコメントもあったので、今日着てるのはたまたま無審査じゃないんですけど、これはZOZO タウンに入ってるセレクトショップで買いました。ブランドとしてはオーディナリーホリデーっていうところとか、フレアアップとか、ブラックアップとか、こういう感じの黒系のちょっとクールな感じのファッションが好きです。アクセサリーはすごい色々で、ノーズカフはバレンタインっていうところのブランドで、このチョーカーはマザーっていうお店で買ったジュンコフォーユートピアっていうブランドで、いつもつけてるこの中指のリングいつもつけてるこの中指のリングはモンドモンドっていうイスラエルだったかブランドで、このリングは古着屋さんで買いました。シアンっていう下北にある古着屋さんです。あといつもつけてるのはこのエルメスの結婚指輪と、あとトム・フォードのリングと、あとこれはどこなのともらい物でよくわかんないです。次、メイクが濃くなりがち、引き算メイクどうされてますかっていうことなんですけど、私もすごくメイクのバランスをいつも大事にしてて、今日の主役を決めるといいかもしれません。今日の主役はモリモリにして、その他をちょっと控えめにするっていうバランスがやりやすいかなと思っていて、例えば目が結構囲み目で濃いめだと思うんですけど、その時はチークとリップはちょっとヌーディー系のものにして馴染むようなイメージにして目を主役にするっていうバランスにするし、リップをめっちゃ濃い色ではっきり目立たせたいっていう時はその分目とほっぺを抑えめにしたりとか、チークをメインにしたい時はチークを一番最初に塗って、でそれ以外をバランスが取れるまでちょっとずつ濃くしていくとか、そういう感じでバランスをとってます。なので目とほっぺとリップのこの3つのどれを主役にするかを考えて、それ以外をちょっと馴染む色とかにしてみるのがおすすめです。毎日使っているスキンケアは何ですか？ちょっと待ってください。私が信頼を置いているスキンケアを持ってきました。まずクレンジング系はベビーオイルとセララボのプラチナムクレンジングオイルが今のところお気に入りです。ベビーオイル洗顔っていう方法があって、お肌に優しいんですけど、やり方にコツがあるので気になる方は調べてみてください。セララボのクレンジングオイルはもったりした感じのオイルのクレンジングなんですけど、突っ張らなくて使いやすいので、乾燥が気になる方とかにおすすめです。松山油脂を私はとっても推していて、
最近花粉ですっごい肌荒れしちゃって、そんな時でもとっても頼りになるものなんですが、これが肌を潤す保湿浸透水バランシング。これがアミノ酸浸透水オイルインアミノ酸浸透ジェルっていう商品なんですけど、前も紹介したけどね、これはとろみのある化粧水よりサラサラめだけど保湿されるやつがいいなっていう方におすすめのセラミド系の化粧水で、オイルインの方は名前の通りオイルが入ってて、手でこうやって温めてから塗ると結構塗り重ねてるうちに肌がツヤツヤしてくるような感じの化粧水で、私混合肌なんですけど、混合肌の方も使っていただきやすいと思います。あとこのジェルは最近新しくなってグリシルグリシンっていう成分が含まれてて、それが毛穴に効くのでこれをずっと使ってます。あとは結構日によって変わったりするんですけど、今紹介したやつは王道メンバーです。次、モーニングルーティンやナイトルーティンも動画で見てみてありがとうございます。以前動画で朝は食派とおっしゃられていましたが、朝起きてから仕事までの朝の準備にどのくらい時間をかけていますか？私は長めで2時間半かかります。私も長めで仲間だと思います。同じく2時間半ぐらい。最近朝ヨガをするのにハマっていて、すっごい短い5分とかなんですけど、朝ヨガするとその日自分が大丈夫な時間が伸びるんですよ。なんかそれが良くてやってます。あとは趣味が何なのか気になります。推している人とかはいますか？趣味はお家でできることが基本的に好きなんですけど、インドア派なので、最近はマシンでウォーキングするのにハマっているのと、食べることも趣味ですし、あとはコスメ見るのも楽しいし、あとなんか漫画とかを読むのも好きです。小学校の時図書館でよく漫画を借りてて、偉人、すごいことした人のその人生を漫画にしたみたいなやつがあったんですけど、読んでた人いるかな？それを全人物読んだりとか、あと手塚治虫にハマってて、小学校の時ブラックジャックとか火の鳥とか、そういうちょっと渋い漫画を読んでました。なので今も漫画読むの好きで、最近ハマった漫画はでもハンターハンターはすごくハマって、連載開始をすごく楽しみにしてるんですけど、あとオットタクシーの漫画も買って読みました。推してる人なんですけど、私すごく熱しやすく冷めやすい人間で、推し変が激しくて、前は K-POP にハマっていて、ホットな推しはミルキーサブウェイっていうアニメの、カート・クレーマーっていう登場人物がすごくメロくて推してます。ミルキーサブウェイ見てる方いたらぜひコメントください。あと動画のリクエストとかいろいろいただいて本当にありがとうございます。ルーティーン系とか Vlog とかベスコス、お気に入りアイテム紹介、コーディネート紹介とか、どれもやってみたいなっていうやつなので、その動画も撮ってみたいなと思ってます。モードな雰囲気がとてもお似合いですが、メイクと服装の合わせ方で意識していることがあればお聞きしたいです。黒が多いので色で考えることはあんまりないんですけど、基本的にはこういうちょっと強めのメイクに合うようなお洋服が多いので、そんなにめっちゃ考えてるわけではないかも。嬉しい。ロールモデルを見つけられずにいたんですが、草を見た瞬間、こんな女性になりたいと強く思いました。ありがとうございます。憧れの人とかロールモデルとかありますか？憧れの人とかロールモデルはこの人になりたいみたいな人物はいらっしゃらないんですけど、もちろんいいなって思う方はいっぱいいます。私の好きなかっこいい感じの系統のお姉様とか、いろんな人をインスタとかで見て、自分に取り入れられるところを取り入れたいなって思ってます。やっぱりお洋服アクセサリーの質問が
とっても多くて嬉しいです。ありがとうございます。ペリペラの30番のチークをアディクションのパレットに合わせるならどんなリップが合いますか？ペリペラの30番のチークが目代わりの開封動画で紹介した、30番ソフトピンクっていうやつなんですけど、メイク動画で紹介したこのアディクションのパレット、これとこれと合わせるならどんなリップですかっていうご質問なんですけど、私だったらさっきもお話ししたみたいにこのパレットが結構濃いめのメイクもできる主役になるカラーなので、それ以外はちょっとなじませ系でいきたいなっていうところで、このチークと同じような色のリップがいいんじゃないかなと思います。例えばこれがちょっとピンクベージュっぽい感じなので、このピアの19番みたいな色でリップとチークを揃えて、で目は主役にするっていう感じのバランスがいいかなって思います。周りと比較してしまうことはありますか？あります。どうしても自分のスタイルに自信が持てなくなってしまった時、どのように対処していますか？誰かと自分を比較しちゃう時はあります。なんですけど、他の人と比較して落ち込んでいいこと何もないので、思考パターンに癖をつけようと思っていて、いいなって、それに比べて私はって思った時に、今比べてるなって自分で思って、比べてもいいことないってなって比べないっていう風に意識してます。サイキポインティさんっていう方が言ってたんですけど、他の人と自分を比べるのはこの家電製品のエアコンと冷蔵庫を比べてるようなもので、自分とその人はあまりにも育ってきた環境とか生まれた時とか違いすぎるから、比較してもしょうがないっていう風におっしゃってて、そうだなっていう風に思って、私とその人は全く別のもので、もう別の惑星に住んでるレベルで違うものだっていう風に思い込むといいなって思ってるのと、どうしても比較したくなったら、小さい頃の自分とか写真とか見て、よくこんなに大きくなったなって比較してみるといいと思います。自分のスタイルに自信が持てなくなってしまった時っていうのは、自分の中で誰かと比べちゃって自信が持てないんだったら、さっき言ったように、比べても何もいいことないので比べない、誰かに何か言われたりとかですかね。もし誰かにスタイルについて否定的なことを言われたら、そういうふうに思う人もいるんだ、でも私はこう思うしなっていうふうに分けて考える。その人がいいと思ってるものと自分がいいと思ってるものは一緒になることはないから、分けて考えます。カレーとかさ、ショートケーキとかさ、あんなに美味しくてみんなが好きそうなものでも絶対嫌いな人っているじゃないですか。だからその周りの人に何か言われて自分のスタイルに自信が持てなくなったんだったら、それはその人の価値観だから、自分の価値観とは分けて考えるようにします。自分で自分のことを見て、自分ってなんでこんな感じなんだろうみたいな、今日全然漏れてないなみたいな感じで自分のスタイルに自信が持てなくなったんだったら、メイクとかお洋服とかを変えて美容院行ったりとか、新しいお洋服買ったりとかコスメ買ったりとかして、自分に対してちょっといい感じだなって思えるような方向に行動していくようにしてます。はい、 Q&A してみたんですけど、いかがでしたでしょうか？共通点とか興味のある話題がある方がいたら嬉しいです。じゃあ今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。一気にさ、秋っぽくなって体調崩しやすくて、私もちょっと寝込んでた時期があったりしたので、皆さんお体に気をつけて美味しいものをたくさん食べてよく寝てください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。